アニメ化。時は宇宙世紀 0088。連邦の内乱を駆け抜けたある実験機。後に壮絶な悲劇が待つこの機体の誕生には、作品を揺るがす予想外の出来事が関わっていた。ファッツ。型式番号 FA010A。 雑誌企画ガンダムセンチネルに登場。機動戦士ガンダムダブルゼータの終盤に登場したフルアーマーダブルゼータガンダム。その強力な火力と驚異的な防御力はネオジオンの内乱において圧倒的な戦闘力を発揮し、一撃の火力、対ビームコーティング、大量のミサイル祭りなど通常の機体ならなすすべもないほどの存在であった。しかしそれほどの存在感があったにもかかわらず、登場したのが最終回前のたった1話ということもあって、放送中にプラモデル化を果たせなかったのである。そこでこの機体は放送終了後に次回作である逆襲のシャアが劇場版で公開されるまでのつなぎの企画であるガンダムセンチネルの機体として立体化デビューを果たす。デザインと装備をやや変更した上での実現であったが、そこから思わぬ事件が起きたことがきっかけで、この時のフルアーマーダブルゼータガンダムは別の存在へと変わっていくのである。それがさまざまな企画事情を超えて贅沢と悲劇を併せ持つ存在となったガンダムファッツである。本機はダブルゼータガンダムがまだ開発中であった宇宙世紀0087の後半にフルアーマープランの試作機として作られた機体であり、外見はフルアーマーダブルゼータガンダムのほとんど色違い。一見格ゲーでいう 2P カラーのようにも見えるが、素体に変形合体機構はなく、他にもバイオセンサーや一部武装などさまざまな機能が省略されている。さらに性能試験用として作られたがゆえの処置であるが、増加装甲も着脱不能になっており、通常のフルアーマーというよりはフルアーマーを基本装甲にしようというアイデアで作られたヘビーガンダムに近い構造になっている。しかし装甲材は質を落としたガンダリウムコンポジットに加え、対ビームコーティングも施されていないため、強気で敵陣に突っ込もうものなら即爆散である。さらに姿勢制御バーニアの総数もダブルゼータガンダムより少なく、機動力を生かした近接戦闘とは無縁の機体になっている。基本性能だけで言えば心もとないところが多いが、一方で本機には多彩な武装が搭載されている。一説ではリックディアス2に試験的に採用されていたもので、ダブルゼータガンダムほどの威力はないが、2門の高出力ビームにより非常に高い火力を叩き出せる武装であるダブルビームライフル。ハイパービームサーベルとしては使えないが、スペリオルガンダムのものと同じ武装で、一撃で敵機を落とすには十分すぎる性能のハイブビームキャノン。基本はバックパック左側に付けられた8連ミサイルポットをはじめ、腕部に付けられた3連装ミサイルポット、両肩に装着できる剣部6連装スプレーミサイルランチャー、そして胸部の装甲内にも付けられたマイクロミサイルといった全弾一斉発射されると波の機体では回避できないとんでもミサイルスペシャル機になっている。さらに外見的にも当てられたらシャレにならないことが容易に推測できるハイパーメガカノン。こちらはファッツの主兵装で 79.8 メガワットの出力を誇る武装なのだが、これはなんとダブルゼータガンダムの最大の火力武装である頭部ハイメガキャノンの約6割増しの出力だったりする。しかもバトーペ2ではさすがに再現されていないが、弾数が少ない一方で連射までできるという凶悪という言葉を形にしたような武装になっている。劇中ではそのビームの大きさからモビルスーツというより戦艦の砲撃のように見えたくらいだったらしい。他にも頭部ハイメガキャノンや腹部ハイメガ粒子カノンも付けられているため、動く最終兵器感がものすごくあるのだが、これは実はダミーとなっており、実際には使用できなかったりする。しかも近づかれれば終わりという弱点もあるため、ロマン武装だらけの超火力機にもかかわらず、ハリボテという無慈悲なあだ名で呼ばれたりと気の毒な機体でもあった。ちなみに冒頭で触れたファッツが誕生した経緯だが、これは登場作品であるガンダムセンチネルの扱いの変化が大きく関わっている。
ガンダムセンチネルは冒頭の通り、もともと機動戦士ガンダムダブルゼータと逆襲のシャアをつなぐ商品展開の企画としてスタートした。その一環としてダブルゼータで立体化できなかった機体を一緒に保管する形で販売するという計画を立てていたのだが、主役機のデザインが遅れていたため、アニメ雑誌ニュータイプ市場に掲載された秋田上樫によるメガバズーカランチャー装備のフルアーマーダブルゼータガンダムに、当時の模型雑誌モデルグラフィックスに掲載された作例のカラーリングを組み込んだ新たなフルアーマーダブルゼータガンダムを先に販売したのである。ところがここで逆襲のシャアの公開予定が前倒しされるという予想外の出来事が発生。結果バンダイはセンチネルシリーズのプラモデル化を1体目で凍結。これによりガンダムセンチネルの企画自体も闇に葬られかけてしまうのだが、モデルグラフィックス誌編集部の浅野正彦氏が企画を引き継ぎ、模型誌の連載として我々が知るガンダムセンチネルとして再始動。そこから最初に発売されたフルアーマーダブルゼータガンダムの設定が型式番号ともに変更されて、ファッツの設定として新たに生まれ変わったのであった。こうして本機は先ほどの通りダブルゼータガンダムのフルアーマープランの検証のためのテスト機という設定になったのだが、ガンダムシリーズの中でフルアーマーといえば既存の機体を使ったものが多く、本機はダブルゼータガンダムの設計の劣化版とはいえ、装備の検証のためだけに新機で実機を複数作るという贅沢な実験機というポジションも持つことになったのである。そこからセンチネルではファッツは主に戦場での装備テストとデータ収集を目的とした試作機として、その効果力を最大限に生かし実戦での戦術的優位性を確保するという役割を果たすことになる。しかしその結末はあまりにもひどいものであった。ファッツの最後、本機はガンダムセンチネルの舞台である宇宙世紀0088の2月に起きた地球連邦軍と連邦に反旗を翻した共同団で結成された組織ニューディサイズとの戦い、通称ペズンの反乱に身を投じることになる。ニューディサイズを討伐するために結成されたアルファ任務部隊に3機が配備され、同隊のシンクリプト、ジョン・グリソム、そしてロバート・オルドリンが乗り込み、戦力として用いられるとともに実用評価試験が行われた。初陣で出撃したのはクリプトとグリソム機の2機で、ハイパーメガカノンを使った遠距離射撃を行ったが、一発一発にチャージ時間がかかるため2機が交互に撃つという昔の火縄銃式の運用で敵陣に脅威を与えている。その後ニューディサイズの本拠地である惑星ペズンの主砲を支える発電衛星ソルの破壊に向かったスペリオルガンダムブースターユニット装備型とゼータプラスを3機で援護。前衛たちの活躍もあって無事に作戦を成功させている。もっとも大きな活躍を残せたのはここまでで、以降はガンダムの中でも屈指の地獄を味わうことになる。物語中盤以降に展開された月にあるエアーズ市へ向かう攻防戦において、ニューディサイズの主械であるブレイブコットの狩るガンダムマーク5と交戦。ファッツ隊は無数のミサイルの集中砲火で撃墜しようとしたのだが、コットの巧みな機体さばきで回避され、一気に距離を詰められてしまう。そこからは地獄絵図ともいえる状態で、ガンダムマーク5のビームカノンでグリソム機が、その直後にビームサーベルでオルドリン機が阿鼻教官の中次々と撃破されてしまったのである。しかし最後のクリプト機は右腕を切られ絶体絶命となるも最後の抵抗で暴れた結果、ガンダムマーク5の一部を損傷させて撤退させることに成功。なんとかクリプトが生き残ることはできたのだが、彼がインジェクションポットで脱出した後、すぐに最後の本機は爆散し、ファッツ隊は全滅という結末を迎えたのであった。このように本機は悲惨な運命をたどった機体であったが、その時得られたデータは無事に受動アーシタのダブルゼータガンダムに反映されることになり、約1年後ネオジオンの内乱の真っ只中で彼の機体はフルアーマーダブルゼータガンダムとして活躍することになるのであった。さらに意外なことに本機が残した遺産はそれだけではなく、機動戦士ムーンガンダムに登場したシータプラスには
本機のハイパーメガカノンの改良型が使われていたりと、特殊な経緯で生み出された本機はガンダムでありながらひどいやられ役であったが、大きな功績を残した機体にもなったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。